皆さんこんにちは、スタイルミンクです。今回の動画では、2022年5月2日に公開された、ENHYPENテイムドダッシュドジャパニーズバージョンの MV について、考察をまとめてみたいと思います。この MV には、2020年11月30日に公開された、ENHYPENギブンテイクンの MV と共通する要素も数多く見受けられており、ヴァンパイア少年たちのその後の物語が描かれているようです。以前、ギブンテイクン MV の考察動画で紹介した、とある施設について覚えていますでしょうか。木馬や人形が散乱する子供部屋、大きな食卓が並ぶダイニングルーム、ソファーやピアノが見えるリビングルーム、そして薄暗い地下室まであったこの施設は、子供たちを監視し、人体実験を行っていたヴァンパイア研究施設でした。ギブンテイクン MV のワンシーンをご覧ください。このシーンには、鎮火用の浴槽を設けた地下室で、天窓から降り注ぐ日の光を送風に浴びせ、人体発火実験を行っている様子が映っていましたね。大きな食卓がいくつも並ぶダイニングルームの写真から、かつて施設にはこの食卓を埋めるほど多くの子供たちがいたことがわかります。しかし、これだけの食卓に対し、椅子は中央に7脚のみ、過酷な人体実験により、ほとんどの子供たちは命を落とし、最終的に7人の少年たちのみが生き残ったと予想できます。ギブンテイクンの MV では、この7人の少年たちが、監視の目をかいくぐり、施設から脱出することで物語が終わりましたが、それから長い月日が流れた、テイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンの MV では、彼らが再び、この施設へ戻ってくることで、物語が始まります。テイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンの MV には、ジェイク、ソンフン、2機がテーブルを囲むシーンが登場します。テーブルの上には、施設やその周囲に見立てた模型が置かれているのが見えますね。その周りには、7つのコマや羅針盤も映っています。これにより、方角とともに、7人の少年たちの動きをシミュレーションしているのがわかりますね。ENHYPENのメンバーたちをコマに見立てた演出は、2022年5月4日に公開された、目覚まし8のステージでも目にすることができます。白黒のマスが交互に並べられた舞台に立つメンバーたちは、まるでチェスボードに並べられたピース、コマのように見えますね。彼らは壮絶な過去への復讐と完全なる自由を求め、施設の崩壊を企てているのでは、という考察が挙げられていました。ギブンテイクンから長い月日が流れた、テイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンですが、かつて施設の映像に登場したものが、今回もいくつか見受けられます。リビングルームにあったピアノ、子供部屋にあった木馬、ソウが大事にしていたテディベア、そして以前、ドランクデイズドの MV 考察動画で紹介した、8人目の子供について、覚えていますでしょうか。ギブンテイクンやドランクデイズドの MV では、映像のあちこちに、7人の少年たちのものではない、8人目の椅子が映り込んでおり、さらには、7人の少年たちを、異様に低い位置から見上げている、意深な視点からの映像が複数含まれていました。当時の小さかった少年たちを、さらに低い位置から見上げる人物。考えられるのは、これにより、施設には、7人の少年たちの他に、8人目の幼い生き残りがいたのでは、という考察でした。実際に、ギブンテイクンの MV に登場した地下室のシーンでは、幼い子供が描いたような落書きが壁中に見受けられましたね。今回のテイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンの MV でも、ソンフンの食卓のシーンや、ジョンウォンのピアノのシーンで、画面内に8人目の椅子が映り込んでいたのです。テイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンの MV には、
2期、J、ソンフンの血液や皮膚が発火するシーンがあり、彼らの体にヴァンパイアの特性が現れていることがわかります。ENHYPENのウェブ小説、ウェブ漫画、黒の月、月の祭壇によると、7人の少年たちにはそれぞれ、発火、テレパシー、スピードなど、異なる能力があると言われています。ヴァンパイアの共通的な特徴として、日の光に反応する人体発火が挙げられますが、その炎を自在に操るのは、ジェイク演じるジノの能力です。今回の MV では、ジェイクと共に、回転木馬が映るシーンが多数ありました。回転木馬は、皆さんもご存知、回転する床の上に、いくつかの支柱が配置されており、それぞれの支柱に、木馬が取り付けられた遊具です。その構造上、一頭の馬が動けば、その動きは、他の馬にも伝わります。先ほど紹介したように、ジェイクは、ソンフンや2期と一緒に、模型を使い、施設の崩壊をシミュレーションしていたメンバーです。ジェイクがゆっくり目を閉じ、走るような動きをすると、一頭の馬の動きが、他の馬にも伝わるように、彼の炎を操る能力と、走る動きに呼応して、ヒスンが全身を発火させながら、施設の中を走り始めます。テイムドダッシュド、ジャパニーズバージョンの MV を振り返っても、最初に発火したのは、ジェイクの回転木馬。次に施設が炎に包まれ、炎の元は、7つの駒。つまり、7人の少年たちであることがわかりますね。彼らの計画により、施設は火の海と化します。雨が降り、炎が収まった施設の焼け跡に、7人の少年たちが戻ってきます。施設の建物があった場所からは、かつて過酷な人体実験で命を落としたであろう、数多くの子供たちの墓が姿を現しています。少年たちはついに壮絶な過去への復讐を果たし、完全なる自由を手にすることができたようです。施設の焼け跡には、ソヌが大事にしていたテディベアが。今の映像に何か違和感はありませんでしたか？施設は崩壊したはずなのに、テディベアの周りをよく見てみてください。雨に濡れた地面に残る人や物が移動した無数の跡。施設は本当に崩壊したのでしょうか？もしかしたら少年たちの復讐はまだ終わっていないのかもしれません。Autumn got to